にゃにゃみちゃんとおばけ。猫のにゃにゃみちゃんは元気な女の子です。いつもニコニコしていて楽しいことが大好き。でも最近のにゃにゃみちゃんはちょっと困ったちゃんのようです。というのは、ママが早く寝なさいというのにどうやら寝たくないらしいのです。いつもの寝る時間にベッドに入るのですが、ママが部屋から出ていくとおもちゃで遊んだり絵本を読んだり遅くまで起きているのでした。にゃにゃみちゃんは遅くまで起きていることをママは知らないと思っていたようですが、ママは全部知っていて、ある日ママに言われました。にゃにゃみちゃん、遅くまで起きてると病気になるのよ。ならないもん。何度も寝ないと病気になることや、昼間眠くなるのだからというのですが、にゃにゃみちゃんは全く聞く耳を持たないようです。困ったにゃにゃみね。ママは大きなため息をつくと、そんなに遅くまで起きてるとお化けが来るのに、と言いました。でも、どんなに遅くまで起きていても、お化けがやってきたことはありません。だから、にゃにゃみちゃんは笑っていました。そして今日も、ママが部屋から出ていくと、ベッド脇にある小さな明かりをつけて絵本を読んでいました。それはにゃにゃみちゃんお気に入りのお化けの学校という絵本です。たくさんのお化けが出てきて空を飛んだり姿を消したり、とっても楽しそうで、にゃにゃみちゃんもお化けの学校に行きたいなと思っていました。するとどこからか声が聞こえてきました。ずいぶん遅くまで起きてるんだね。部屋の中にはにゃにゃみちゃんしかいないはずなのに、どうして声が聞こえるのだろうとびっくりしたにゃにゃみちゃんは飛び起きました。暗い部屋の中に白くてぼんやりしたものが見えます。なんだろうと目を凝らすと、絵本で見たお化けがそこにいました。わあ、お化け！うん、僕はお化けのキャミーだよ。キャミー？絵本のお化けと同じ名前だよ。だって絵本から出てきたんだもん。そうなの？絵本から飛び出してきたキャミーというお化けは、にゃにゃみちゃんのそばに来るとこう言いました。遅くまで起きてると病気になるよ。ママと同じことを言うのね。ママの言うことは間違ってないからね。でも、にゃにゃみはどんなに遅くまで起きてても病気なんてならないの。どうして？だってもうずっと夜遅くまで起きてるけど元気なままだから。そっか。でもね、
にゃにゃみちゃんを病気にしようとするお化けもいるんだよ。そんなの絵本にはいないよ。絵本にはいなくてもそういうお化けがいることを僕は知ってるんだ。本当にそんなお化けがいるなんて信じられないにゃにゃみちゃんは考え込んでしまいました。でもにゃにゃみちゃんのところに来たのが僕でよかったよ。なんで？僕はにゃにゃみちゃんと友達になりたいからにゃにゃみちゃんに優しくできるんだ。お友達？お化けのキャミーは毎晩キャミーが出ている絵本を読んでいるにゃにゃみちゃんとお友達になりたいとずっと思っていたのです。でも絵本から抜け出ることができなくてどうしたらいいのだろうと考えていたのでした。そっか、それでやっと絵本から出てこれたのね。そうなんだ。だからお友達になってほしいんだ。うん。嬉しそうにするお化けのキャミーでしたが、次の瞬間、今度は悲しそうな顔になりました。どうして急に悲しそうな顔になったのかと、にゃにゃみちゃんは心配になり、キャミーに聞くと、だって僕とお友達になるってことは、にゃにゃみちゃんが昼間も夜も起きてるってことだから、そんなことできるはずないもん。できるよ。にゃにゃみちゃんはどんなに遅くまででも朝が来るまでだって起きてられるんだから。本当？うん。だからキャミーとお友達だよ。ありがとう。それからお化けのキャミーとにゃにゃみちゃんは一緒におもちゃで遊んでたくさんお話をしました。朝が来るまで一緒にいようねというキャミーはとっても楽しそうですし、にゃにゃみちゃんもお化けの学校がどんなところで何の勉強をするのかといろいろなことを教えてもらいました。けれど知らない間ににゃにゃみちゃんは眠ってしまったようでした。目が覚めたのは窓から朝日が差し込んでお日様が元気にお仕事を始めた頃だったのです。にゃにゃみちゃんは飛び起きて部屋の中を見回し、お化けのキャミーの姿を探しました。ところがどこにもキャミーはいませんでした。にゃにゃみちゃんは自分が寝てしまったからだと悲しくなりました。泣きながらママのところへ行き、ゆうべお友達になったお化けのキャミーのことを話すと、ママは何か考えているようでした。そしてにゃにゃみちゃんの頭をなでながらこう言いました。それならいい考えがあるわ。お化けのキャミーちゃんににゃにゃみちゃんの夢の中に出てきてもらうの。そうしたらずっとお話ししていられるし、たくさん遊ぶことができるでしょ。にゃにゃみちゃんはママの話を聞いて嬉しくなりました。だってそれなら途中で寝てしまう心配もないし、いつまでも一緒に遊んでいられるのですから。にゃにゃみちゃんはママにありがとうと言うと元気に朝ごはんを食べ始めました。その夜、にゃにゃみちゃんはママに
寝る時間ですよと言われる前に歯磨きをしてパジャマに着替えてベッドに入りました。そしておやすみなさいと言うと固く目を閉じました。昼間たくさん遊んだにゃにゃみちゃんはあっという間に夢の世界へと入っていきました。するとそこにお友達になったお化けのキャミーが待っていてくれました。にゃにゃみちゃんはキャミーの姿を見つけると、昨日は途中で寝ちゃってごめんねと謝りました。もしかしたら約束を破って寝てしまったことを怒っているのではないかと心配していたのですが、キャミーは全く怒ってはいませんでした。それどころか嬉しそうににゃにゃみちゃんの手を取って一緒にお空のお散歩に連れて行ってくれたのです。ママがね、キャミーとは夢で遊べばいいって言ったの。聞いてたよ。だから僕は夢で待ってたんだ。明日も早く会いに来てね。にゃにゃみちゃん、早く寝るね。キャミーと一緒に夢の世界を飛び回り、不思議な果実を食べたり、お化け学校へ行ったり、にゃにゃみちゃんはキャミーとたくさん遊びました。朝日がにゃにゃみちゃんのお部屋に差し込み始める頃、キャミーはまた今夜一緒に遊ぼうねと言うと、夢の扉を開けてくれました。その扉をくぐれば、にゃにゃみちゃんはベッドの中で目を覚ますのです。にゃにゃみちゃんはバイバイと言うと、扉をくぐり元気に目を覚ましました。いつも遅くまで起きていた時は朝起きるのがとってもつらくて、とても起きることができなかったのに、今日は体に羽が生えたように軽くて、にゃにゃみちゃんは元気にベッドから出ることができました。そして台所に行くとママに言いました。おはよう。キャミーとたくさん遊んできたよ。ママはにっこり笑って元気なにゃにゃみちゃんの頭を撫でてくれました。にゃにゃみちゃんはとっても嬉しそうです。すると絵本の中からこっそり見ていたお化けのキャミーが、よかったね、にゃにゃみちゃん。今夜もまた遊ぼうね。と小さな声で言いました。おしまい。